どうも皆さんこんにちは、レッドです。現在アプリリアクラシック50のレストア作業を行っているんですけど、皆さんチェーンカバーに注目してください。これが現在ついている純正のチェーンカバーなんですけど、結構劣化しています。もうよーく見ると表面が結構こんな感じでグズグズなんですよ。そこで今回は以前ハイゼットのサイドミラーをチョップドカーボンで加工したんですけど、これが微妙な結果に終わってしまったので、今回はインフュージョン加工でカーボンパーツを作っちゃいます。果たしてうまくできるのかな。それではカーボンパーツ作りレッツスタート。今回は初のインフュージョン加工を予定していますが、トラブルにより別の作り方になってしまうのでご了承ください。いやペーパーを使って表面を整えました。そして段差が激しいところはパテを使ってさらに整えました。そしてまだ表面がザラザラしていたり細かな傷があるので、プラサフを使って一旦埋めちゃいます。今表面が少しザラザラしているので、ペーパー1500番から2000番ぐらいで表面を整えていきます。表面がツルツルになりました。次にこちらポリプロピレンの板の上に先ほど磨いたチェーンカバーをこのように乗せます。これがね台座になるんですけど、このチェーンカバーと板の間に隙間があるといけないので、油粘土を使ってこの隙間を埋めていきます。次にこの表面に理型剤を塗り込んでいきます。油粘土には塗らなくて OK です。そしたら次にこちらノンパラフィン樹脂を表面に塗り込んでいきます。ノンパラフィン樹脂に硬化剤を 1% 入れていきます。表面に一層コーティングしていきます。一旦乾燥させます。今1層目を固めました。そしてトラブル発生です。プラサフが薄かったところが原因で浮いてしまいました。ここがミスっちゃいましたね。ある程度乾かします。そして最後にインパラフィン樹脂。あとは固まるのを待ちます。樹脂がしっかり固まったので型から取り外していきます。
さあここに来てやらかしてしまいました。今からこの型にカーボン繊維を入れて密封した状態で樹脂を流し込んで物を作るっていうやり方をしようと思っていたんですけど、今回作った型でやってしまうとここがね突っ張った状態でうまく押し込めないんじゃないのかなと思い、インフュージョン諦めます。なので前回失敗したチョップドカーボンを敷き詰めて純正のチェーンカバーを上からぐーっと押し当てて作っていきます。そして今回は強度が必要になってくるので、こちらエポキシ樹脂主材と硬化剤です。このエポキシ樹脂の特徴としては硬化後の硬度が高い、普段使っている樹脂より耐候性が劣る、寸法安定性がある、透明性に優れてる、完全硬化までの時間が長い、価格が通常のものの約4倍ほどの、違いがあります。なので今回のサイズであればこのエポキシ樹脂でなんとかなるんじゃないのかなと考えております。それでは主材 100g 硬化剤 40g を混ぜて塗り込んでいきます。これで一旦固まるのを待ちます。気温25度で16時間以上乾燥させました。おー、削り出しできました。めっちゃね軽いんですよ。そして超硬い、これめちゃくちゃ硬いんですよ。そして今回の作り方だと表面にちょこちょこ気泡があったのでインパラフィン樹脂を薄く塗りました。なので今から耐水ペーパーを使って表面を整えていきます。よし、磨き終わりました。それではクリア塗装をしていきます。まずは捨て拭き。一旦10分ほど乾燥させます。それでは本塗装をしていきます。数日が経過して完成しました。こちらカーボンチェーンカバーです。今回チョップドカーボンを散りばめて作ったこちらのパーツ、またの名をフォージドカーボンと言います。本物のフォージドカーボンの作り方は加熱しながら圧力をかけ成形をするやり方なんですけど、今回は熱は使わずに圧力だけで作りました。なのでフォージドカーボンというのはちょっと違う気がするんですけど、見た目で言えばほぼ変わりないと思います。
通常のカーボンクロスと違いかなり独特なデザインになっていて好き好みは分かれるんですけど、前回作ったチョップドカーボンより今回作ったやつの方がねかなりかっこいいです。さあそれでは実際に取り付けてみましょう。めちゃくちゃドンピシャ。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいね。実際すごく目立つパーツではないんですけど、こういったちょっとしたアクセントがあるとすごくおしゃれですよね。普段使っている樹脂はある程度ぐにゃぐにゃ曲がって柔軟性があるんですけど、今回使ったエポキシ樹脂はあまり曲がらなくて一定の曲げをしてしまうとパキッと割れてしまいます。だけどめちゃくちゃ硬いです。なので今回のようなチェーンカバーにエポキシ樹脂を使うのはすごくありです。カッチカチになっちゃうからね。で本当はインフュージョン加工に挑戦したかったんですけど、今回はできなかったのでまた別の動画でチャレンジしていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。それではあなたのメンテナンスが楽しくなるようにレッツバイクエンジョイ。今回動画で使用した材料は下記の概要欄に詳細を載せますので、気になる人がいましたらぜひチェックをしてみてください。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信します。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログをやっていて動画を配信する先に最新情報が載っていることがあるので、気になる人がいましたらぜひチェックもよろしくお願いいたします。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。